新鮮クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はこの方、角野隼斗さんにクラシックにまつわるいろんなことを聞いてきました。角野隼斗さんを一言で言うと、多くの道を極め新しい道を切り開くアーティストです。学問では東京大学大学院情報理工学系研究科を東京大学総長大賞を受賞してご卒業。クラシックでは東京大学大学院在学中のピティナピアノコンペティション特級グランプリ受賞など数々の賞を受賞し、昨年のショパンコンクールでの活躍も記憶に新しいですよね。クラシックだけではなくジャズやポップス、作編曲の世界でも活躍し、カティン名義で活動している YouTube チャンネルは登録者100万人目前の超人気。コンサートをすれば満員御礼。古典から最先端まで様々なことへのリスペクトや好奇心、探求心を持ち活躍し続ける角野隼斗さんがご自分の原点だと語るクラシック音楽について語ってくださいました。それでは早速行ってみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけど、角野さんの思い出に残っているクラシック曲って何かありますか？7歳ぐらいの時かな。角野隼斗です。7歳ぐらいの時かな、ショパンのワルツの補単調の遺作を弾いたんですけど、最初に僕がショパン好きになったきっかけの曲だったと思いますね。一番最初にクラシックで好きになった作曲家というとショパンなんですか？もう覚えてないんですけど、その頃何を弾いたかなんて、まあいろいろある中で弾いててすごく楽しいなとか、すごくこう入り込める、なんか自分の知らない世界がそこにあるような、そんな気がしたのが、それはショパンのワルツ補単調遺作で、本番の時なんですよ。そういうのを感じるのって、なんかどういうわけか、僕は本番人前で弾くっていうのがすごく好きで、なんか当時は緊張も何もしない、中学校ぐらいから緊張するようになってきたんですけど、人前で弾くの当時はなんかすごい本当に楽しくて、あと小4の時にショパンのスケルツォ1番って弾いたんですけど、これもいや本当にさらに自分の未知の世界がその中にあって、こんな劇場のショパンがこう激しく心揺らいでいるものが、当時の僕が理解できたかというとわからないですけど、なんかこうすごく自分には魅力的に映った。ガーシュウィン、ちょっと現代とか20世紀に入ってからの作曲家の方がお好きなのかなって勝手に思ってました。知らなかっただけですね。ガーシュウィンに初めて出会ったのは中1の頃かな。そうですか。その後ちょっとしてなんか小曽根真さんがラプソディ・イン・ブルーを弾いてるのに出会って、なんか中1の時に弾いたんですけど、自分で弾いてみたんですけど、ジャズなんてやったことないのに、自分でそんなにこう楽しかったけど、そこまでショパンの時ほど楽しくはなかった。いやわかんない、これは分かんないですけど、なんかあんま記憶にないんですよ。でも小曽根さんのラプソディ・ブルーを初めて聞いた時の衝撃はマジで覚えてて、中1の自分はラプソディ・ブルーの魅力を出せなかったんですよ。多分出せなかったし、何個か多分音源は聞いたけど気づけなかった。それを小曽根真さんの演奏っていうのはもうこれがそういうことかっていうのをもうまじまじと見せつけられた感じっていうのがすげえなと思って、それはジャズって音楽に興味を持つきっかけとなった一つでもあると思いますね。先ほどその人前で弾くのが好きっておっしゃってましたけど、人前で弾く時と一人で弾く時ってどんな違いがあるんですか？これまた一人で弾いている時でも、例えば僕は YouTube で配信とかをするし、無観客コンサートというのもやったことがあるんですけど、お客さんがいなくても本番と同じような感覚になるんですよ。それはコメント欄とかを多分見たりしてなんとなくその空気感を感じ取れるっていうところだと思うんですけど、それを
考えるに、お客さん聴衆とのインタラクション、何らかのインタラクションであることっていうのが僕の心を駆り立てるというか、そんな感じはしますね。でも不思議ですよね、これってね。別に一人で音楽やってたって、それは楽しめるはずだけれども、それは必ずしもたくさんのお客さんである必要はなくて、例えばだから僕と共演者1人で2人だけの空間でやっていても、それは誰かとのインタラクションだから、やっぱ心が上がるんですよ、1人でやっている時よりも。で1人でやってる時でもお客さんがいるとやっぱ上がるし、必ずしも聞いている大勢の人じゃなくてもいいっていうことなんですね。10人とか30人とかでもそれは楽しい。この間の5000人いかがでしたか？5000人は1000人はすごいですね。ちょっと実感が湧かないですね、逆にね。5000人となるとやっぱり今まで感じたことない緊張はあったんですよね。目の前に立った時に、この5000人の方々と自分一人でこう向き合っているんだと思った時に、配信で5000人超えることなんてあるんですけど、その一人一人が目の前で見えている、同じ空間を共有しているっていうのはまた特別なものがあるから、ああと思ってでも後半でオーケストラ入りましたけど、オーケストラ方々が入ってくれると、また一人で対峙しなきゃいけなかった緊張が楽しさに変わるので、いいですよね。やっぱピアノコンチェルトは好きなんですよね。本当に私も見ていて、角野さんがコンチェルトになった時に表情がパッと華やいだ感じでした。本当ですか？安心したんでしょうね。そうですね。藤岡さん来てくれて、先ほど未知の世界っていう話もありましたけど、はい、誰かと一緒にやるっていうことと未知の世界と少しリンクしているところもあるのかなというふうにも聞こえたんですけど。確かに僕は基本的に最も大きな原動力が好奇心なので、好奇心だし、好奇心であるのが一番いいと思っているので、どんなことをやるにも。だから自分の知らないことに出会ったとしたら、これやったらどうなるんだろうっていう、そのワクワク感っていうのは一番大切にしたいし、自分が最もエキサイトするところなんですけど、そういうのがやっぱ未知というものにはあるから、未知すぎると分からないってなるんですけど、やっぱそれはだんだんこう自分の知ってる部分が広くなっていくことによって、その知の周辺の部分、知のちょっとこの辺だともう自分が分からないけれども、その分からないところも自分の知をだんだん広げていくことで分かるようになってくるかもしれないみたいな、その楽しさっていうのが一人よりも、いろんなパターンがあると思うんですけど、僕の場合はそれは誰かにインスピレーションを得るっていうことはとても多いと思います。あと、YouTube っていうのもだいぶ大きくって、あれも視聴者とのインタラクションがあるから、自分一人では知れないものを知れてるなっていうのはあると思います。先ほど小曽根さんの話も出ましたけど、これまでに影響を受けてきた人とかっていう、どんな人が思い浮かびますか？影響を受けた人はね、もう死ぬほどいるんですよね。そうですね。まず小曽根真さん。小曽根真さんはもう全部ですね、全部影響を受けてますね。音楽への向かい方、精神論的な部分とか、人柄もそうだし、本当に尊敬してるんですけど、影響で言うと上原ひろみさんも同じぐらい影響を受けてますね。アグレッシブさ、めちゃくちゃ僕はひろみさんの曲はコピーしたんですけど、フレージングとか体の動かし方とか多分影響を受けてるんだろうなとは思いますし、あと僕の恩師ジャンマルク・リサダ先生にも影響は多分に受けていますね。一言で言うとおしゃれな演奏するんですよね。彼の演奏を初めて生で聴いたのがパリのタルガボーっていうホールでリサイタルだったんですけども、ピアニッシモの音があまりにも綺麗だし、それぞれの音を引き立たせるあらゆるアプローチっていうの幅広さっていうところも含めてすげえなと思って、その後リサー先生に習い始めて3年ぐらい習ってるんですけど、特に僕のショパンを弾くにあたってあらゆるところを教わりましたね。あとはジェイコブ・コリア、彼はもうわけわかんないですね。同世代というか20代で僕の1個上ぐらいの人なんですけども、ものすごいんですけど、全部の楽器弾けるんですよ。全部
マジで全部全部弾ける。でも別に全部弾けるのがすごいってわけじゃなくて、彼が作り出す全部が新しいんですよね。新しいし、今の世代っぽいソーシャルメディアの使い方とかも僕は結構参考にさせてもらってるんですけど、そういう部分でも影響はすごく受けているな。あとは誰でしょうね。坂本龍一さん。これは影響という以上に憧れが強いかもしれないですけど、クラシックで育ってきてるんですけれども、僕と同じぐらいの年の時に YMO っていうのを結成して、でポップスの世界に出会って、ポップスの世界にいる人たちの音楽性がクラシックでちゃんと理論を学んできた人と同じぐらい素晴らしいということに気づいて、だから彼の作る音楽っていうのは、ちゃんとこうポップさを理解しているし、かつ芸術っていうところを本当に大切にしている、そのバランス、なかなか多分実現することが難しいことなんですけれども、そして本当に幅が広い尊敬ですね。他多数という感じで、はい、主に日本人を挙げさせていただきましたが、今挙げられた方々それぞれでも違うポイントで挙げられてますね。確かにいろんな人からなんか全方位的に学ばれてるのかなっていう感じがします。学べてたらいいですけど今影響を受けた人についてお話しいただきましたけれども、はい、角野さんの人生に影響を与えた曲でいうとクラシック曲って何が思いつきますか？これはパーソナルな部分ですけど、ラフマニノフのピアノコンチェルト2番っていうのはピティナっていうコンクールでグランプリいただいた時に演奏した曲で、さっきの思い出の曲にも近いですよね。僕が音楽の道に第一歩目に立った瞬間の曲っていうのですごく思い入れは深いですね。そんなにその当時そのコンチェルトの機会っていうのも人生でも多分数回目ぐらいで、緊張もえげつなかったと思うんですけど、最初の和音を弾く時とか、その本当に覚えてるんだけど、もうオケが入った瞬間もそんなことは全て忘れて、まだそれもこれもさっきの話につながるかもしれないけど、もうとにかく楽しいんですよね。中に入り込んでいける感じ、影響っていうか思い入れがある曲か、これは。切り替わるトリガーみたいなのが誰かと一緒にみたいなところがあるんですか？言ってしまえばもう社会で生きている中で一人というのはありえないですから、誰かと一緒に常にいるわけですけど、それでいうとガーシュウィンのラプソディーンブルーの曲の存在は僕にとってとてもありがたいですね。ありがたいという表現が正しいような気がするんだけど、小曽根さんもそうやっている通り、すごくこうカデンザって自由度が高いで、自分がこうやってきた活動っていうのがいろんな部分っていうのがラプソディーンブルーという曲において表現できるんですよね。なので将来ああいう曲を自分でも作れたらいいだろうな、楽しいだろうなとも思うんですけど、彼がガーシュウィンの人生とかも含めて影響というか一つの在り方を与えてくれたというか、という点では影響を受けているかもしれないですね。その小曽根さんの演奏を聴いたり、自分で何度も弾いてみたわけですけど、ラプソディーンブルーという曲に影響を受けたというよりは、ラプソディーンブルーという曲に育てられたというのかな。あとは作編曲のスタイルでいうと、ショパンの存在は結構大きい。ショパンリストの存在はだいぶ大きいですね。手にはまって演奏効果が高いようにできてるんで、特にエチュードとか、エチュードを僕そんなにやってないですけど、あれをやっておくといろんなことに応用が効いたりするとか、転調の仕方とか、幻想ポロネーズなんて何回転調するか分かんないですけど、それぞれで違う転調をしていて、だから曲一つ取ってみても一体何パターンの転調パターンを習得できるんだと、そんなようなね、
凄さが、リストソナタとかもねそうですけど、ロマンは大体そういう曲が多いですけどね。はい。先ほどその知っている領域を少しずつ広げていくっていう話もありましたけど、そういう意味で今後チャレンジしたいクラシック曲って何かありますか？ラベルですか？ラベルとバルトークとかもねやりたいんですよね。ビートがある音楽が好きなので、そういう表現が生きる曲っていうのは結構、プロコフィエフとかもかな、なんかやりたいなとは思ってて、ラベルのピアノコンチェルトを今度やらせていただくんですけど、そうなんですね。それこそ藤岡幸男マエストロとですよ。そうですか。東京シティフィル。はい。あれもう5月とかですか？5月ですね。そうですか。はい。なんかとにかく僕はその今後挑戦したい曲、やってみたい曲、自分ができるとしたらなんだろうなっていう視点で結構、考えた時に、ラベルのねコンチェルトとかラベルも、同時代のジャズとかブルースとかから逆輸入的に影響を受けていて、それはすごく自分にとって面白いなと思うので、同じくらいの時代の作曲家っていうのはそれまでの西洋音楽の流れとは違うその東洋の音楽がドビュッシーに来たりとか、なんかいろんな面白い流れがあって、そういうところを今後はもっとできたらなと思うし、あとこれ藤川さんもよく言ってますけど、てかエッセイに書いてあったんですけど、もう本当にそうだなと思うのが、僕たちはクラシック音楽に生かされてるんですよね。なのでそれを次の時代にどう還元というかつなげていけるか考えた時に、同時代、今の時代だからこそとか、今の時代にある音楽を演奏するっていうのはすごく価値があることだと思ってて、それは100年ぐらい前から徐々に少なくなってきたわけですけれども、クラシック界では今度トーマス・アデスっていう作曲家のピアノコンチェルトをやるんですけど、それも現代音楽と言われるんでしょうけど、その現代音楽の中でもキャッチーさがあって、もちろんクラシックのベースなんですけれども、いろんなエッセンスが聞こえてくる、ジャズ、もしかしたらプログレみたいなものもっていう、そういうものをなんかやれるのはすごい意味があるなと思ってて、だからそういうのはどんどんカプースチンとかもね、大好きです。プースチンはもう日本でめちゃくちゃな人気ですけども、あれも本当に意外と今までなかったですよね。ああいうのってなんかジャズの語法を完全に書き譜にすることによって芸術性を高めるっていうアプローチ、それは人気出ますよねって感じですけど、本当に面白いし、あれもね読みむずいんですけどね、時間かかるんだけど時間かかるし、本番で弾くのめっちゃ怖いんだけど、私がもし隅野さんにデートさせていただく方がプースチンかなと思ってました。ありがとうございます。今までお聞きした部分とかなり重なるんですけど、大丈夫です。7倍カットしていただく予定なんで隅野さんの注目しているアーティスト、好きなアーティストっていうのは？かぶるなかぶるしむずすぎる。もうこういうのね、もうピコ太郎とか。そうなんですか？いやちょっと冗談というのも失礼だけどビキングル・オラフソン、ピアニストですね。21世紀でクラシックで何ができるんだろうっていうことを結構考えてしまいがちなんですけども、彼はそれを体現してるんですよね。もうこんなレコードが飽和した時代、新たなことが何ができるんだという時代にもかかわらず、新しいものを常に提示しているという凄さ。クラシックの作品をリコンポーズって彼は呼ぶんですけど、とかその界隈では呼ぶんですけど、現代風にサウンドとして解釈するんですよね。聞いてもらえれば分かるんですけど、バッハの音楽にシンセサイザーの電子音的なものが入ったことによって、だからちょっと前の富田勲さんとかの現代版ということもできるかもしれない。それは決してなんて言うんだろうな、アレンジとも違うんですよね。それは富田さんもそうだと思うんですけど、クラシックでよく解釈って言うじゃないですか。その解釈っていう範疇の中に異なる音を使うっていうものが許された世界。
っていう感じが僕はして、それはすごく面白い。あと僕がアップライトを最近買ったんですけど、それも彼の影響一つあるんですけど、なんかドビュッシーの前奏曲とかをアップライトのソフトなフェルトを絡めて弾くんですよね。めちゃくちゃ美しいんですよ。ああいいなと思って、それもなんか意外とそれまでやられてなかったアプローチで、なんかフェルトピアノの音って結構最近よく聞くんですけど、それをクラシックのそれでもうクラシックの曲を演奏するっていうのは、同じピアノという楽器だけれども違うその曲の一面が見えてくるっていう面白さはねありますね。解釈ってこと自体の解釈をなんか広げてる感じですよね。そうですね。僕も一回アルバムでリストの暗い雲っていう曲が後期の曲があって、なんか暗い無調チックな曲なんですけど、それにこうエフェクトを加えるっていうのを、それも自分としては解釈の一つのつもりでやったみたいな、こう、自分としても実験的なものがあったりするんですけど、レコードだからできることじゃないですか。ライブでもピエトスができるけど現代的であるなと思うわけですね。角野隼人が好きだったらこのアーティストもきっと好きだよっていうのを挙げてもらうとしたらどうですか。面白いですね。グルダ、フレードリヒ・グルダという、もう亡くなっちゃってますけれども、彼はゴリゴリクラシックのところで育ってるんですけど、ある時にジャズを急に弾き始めて、で、自分で作曲もするし自分でアドリブとかもするしっていうので、なんか結構ぶっ飛んだ人なんですけど、なんか面白くて、まずモーツァルトが大好きなんですよ、グルダは。で、彼の弾くモーツァルトっていうのは本当にこれがきっとモーツァルト自身が弾いてるんだろうなっていう、弾いてた音なんだろうなっていうような説得力がありつつ、それはもうグルダの世界観でもあるという。でそれでいて、あとプレリュードとフーガっていうクラシックのように聞こえるけれども、語法はジャズなんですよ。でそれもすごくかっこいい曲がいろいろあったりで、ついでに言うと、そのプレリュードとフーガっていう曲をフランチェスコ・トレスターノっていうピアニストが弾いてるんですよ。これが僕は大好きで、フランチェスコ・トレスターノっていう人は僕は大好きなんですけど、こうバッハと現代音楽しか弾かない人なんですよ。面白い。なんか極端で、テクノミュージックとかにも影響を受けていて、なんかそういうシンセとかも扱ったりするっていうような、なんか面白い人で、最近だとアーリーミュージックとか言って、バッハ以前の音楽と自分のコンポジションをこう織り交ぜたアルバムを出してましたね。モーツァルトの話はまさにショパンコンクールの角野さんみたいですね。恐縮ですちょっとあんま文脈関係ないんですけど、ドビュッシーのね「パスピエ」っていう曲があるじゃないですか。あれをチップチューン、ファミコンのサウンドで表現してる人がいるんですけど、めちゃくちゃ合うんですよ。合いますね。ちょっと待って、見つけらんねえ。結構音の数も少ないですもんね。そう、チップチューンって最大3音までしか使えないみたいな特徴があるから、多分これ本編流せないですけど、原曲やみたいな。原曲ですね。それをピアノにアレンジ。そうこっち原曲でしょ。これすごい。もう画面もめっちゃこの辺でさ、なんかちょっとコーラスっぽくなるところとかさ。もうこれですね。すごい。面白い。ファミコンの音楽もね、結構僕は好きで、なんか結構
杉山浩一さんのやつとかさ、3音しか鳴らせないんですよ。4音で一つはねノイズで、それもノイズでねそのパーカッシブな音を作ってみたいな、だからホワイトノイズを一瞬パッて入れることでそういう音じゃないですか。でそれでドラム作って、で他3音でなんか頑張ってハーモニーを作るんだけど、そんなね3音なんてって思うんだけれども、例えば微妙にこう発音を遅らせることで同時には1音しか鳴ってないんだけどプルッって2音同時に鳴ってるように聞こえさせる。これ友達のヒューマンビートボクサーの人も同じこと言ってたな。なんか同時に2音までしか鼻と口からしか出せないから同時発音数は2音なんだけど、瞬間的にプラッてやることで2音より多く発音してるように聞こえるみたいな。うわ、ファミコン的だって思ったんだけどそうなんだ。まあそれはちょっと脱線しましたね。何の話だっけ。でも面白いですね。制限がある中でそういう工夫をしていくわけですよね。そうですね。すごい。制限がある中でっていうと、まあだからフーガとかの考え方にも確かに近いですよね。フーガみたいなものと8ビットのやつって合うんだろうな。そういうのあんのかな世の中に。見てくださいよまだちょっとやること増えますけど8ビットのためのフーガみたいな。杉野さんがまだそんなにクラシック聞いたことないっていう方におすすめしたいクラシック曲を教えてください。いやでもこれ普段どういう音楽を聴いてるかによる気がするんですよね。ポップス、いわゆるポップスっていう音楽を聴いてる人だったら多分メロディーがはっきりしたチャイコフスキーとか聴くのが、三大バレエとか聴くのがいいんじゃないかと思いますし、例えばロックが好きとかプログレが好きみたいな人が、例えばストラヴィンスキーの春の祭典を聴いた時に多分なんかビビッとくるものがあるんじゃないかなと、なんかそこら辺感想を聞いてみたかったりするし、ゲーム音楽を普段好きだとか、そういう人であればドビュッシーの音楽とか、なんかゲーム音楽のフィールドで流れているような音楽が、自然を表していることが多いから、やっぱドビュッシーからの影響って結構あるような気は僕はするし、ボス戦の曲とかだと今度はプログレ的、なんかドラクエの音楽とかもね、シェーンベルグとか聞くとパッと聞くとなんか全然馴染みないけど、なんかドラクエの戦闘 BGM の無調感とかは結構近いものがあったりするから、なんか近いものを聞くっていうのは面白い気がするな。クラシックへの入り口として。クラシック音楽ってやっぱこう長年続いてきた全ての音楽の土壌だから、いろんなところに影響があるんですよね。エモーショナルな映画音楽とかから自然に多分ラフマニノフに入れるし、いろんな入り口がねきっとありますよね。あと楽器からの入り口も、ピアノだったらピアノとかオーケストラだったらオーケストラとか、やっぱオーケストラへの入り口となんか特定の楽器への入り口ってまた違うような気がしてて、いやどうですか？なんか私ずっとピアノやってたのでピアノ曲は入りやすかったです。やっぱそうですよね。なんか自分が演奏する楽器ってやっぱ入りやすいから、だったらピアノだったらショパンという作曲家にはありえないぐらい名曲がたくさんあるから、そこから入ればいいと思うし、でもオーケストラっていうのはやっぱ自分で一人では演奏できないから、ピアノリダクションとかはあるけれどもまた違うような気がするけど、いろいろあるんじゃないですか。そうです皆さんもっと住野さんのお話聞きたくないですか？ということで来週この続きをお見せします。来週の動画ではクラシック音楽についてよりマクロな視点でお話をいただいたり、最後に特別に演奏も披露してくださいました。ぜひぜひ楽しみにしていてください。実は住野さんは初期の頃からの厳選クラシックチャンネルの視聴者でもあるんです。そこでクラシックを YouTube でどう見せるのかということについてもお話を伺ってきました。
今回の動画が良かったという方はぜひグッドボタンで教えてください。そして住野さんのお話を聞いてクラシックの世界を知りたくなったという方はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それではまた次の動画で。ブラービー。